スピリチュアル詐欺ということに関して実はここ10年ほどすごく喚起をしておりますし、お世話になっていたスピリチュアル業界を全体的に見た時に、これは詐欺に近い商法だと感じることがもう全てのその業界の中で約 80% 以上おかしなスピリチュアルの商法的なものの考え方に皆さんが染まっていると思ったので、その業界から脱退させていただきました。スピリチュアル自体の考え方がおかしいというのではなく、スピリチュアルを誤った形で商業化されている方が非常に多いと思ったので、私自身は業界さんから脱退することにしたのです。はい、そして全てのお金の計算や全てのお金の、セールスの仕方など、ね、業界を出て研究させていただきました。そして、いろんな弁護士さんや行政書士さん、いろんな法律の専門家の方々とスピリチュアルのビジネスの在り方についてっていうのも何度か問い合わせをさせていただいたりとか、どういう状況でスピリチュアルというものが騙されやすい、洗脳されやすいというふうに今世論が結びつけているのかっていうのをね、ここで少しお話ししていきたいと思います、ね。スピリチュアルっていうののスピリチュアル商法っていうのをね、今ググってみると、私の方のねスマホの AI にはスピリチュアル詐欺とはね、霊的な言葉や知識を装って人々が抱える不安や希望につけ込んで、高額な金品を騙し取ったり、依存関係を築いて搾取したりする、詐欺の一種というふうに書かれているんですね。ただしこれは皆さん詐欺されている人間が無自覚なんです。そして怖いことに、先生方とかスピリチュアリストからお金を取られている、騙されていると思ってはいけないと思って、すごく辛抱されながらお金がないことに不安がっているスピリチュアル信者さんが非常に日本中に多いんです。これは注意喚起として呼びかけておりますので、元来のスピリチュアルをエンターテインメントとしたお話ではございません。私がスピリチュアルのYouTube を使って、世界各国に神社の在り方や神社の風水、そして古の、古い時代の風水や陰陽学や暦の研究というものはどういったことを培って、どういったことで未来を予知して、どういったことで私たちは古の文化の中で飢饉などを乗り越える知恵の賢者が存在したのか、そういったことをその哲学的にお話をさせていただきながら、瞑想の世界や呼吸の世界に見えない世界を紐解いて一般の方にお教えしたり、一般の方と呼吸を体験したりという形に今 やらせていただいております。もちろん見えない世界や見えない世界を自由に司っている別な手法や力、スピリチュアルと言われている元来の無色透明な能力の話であるとか、それから無色透明な純粋な学問であるとか、私たちがどうやって人生を哲学していったらいいのかっていうことは本当にきちんと着実に存在していることだと思いますが、私たちが経験値やそれから難しい哲学ではないんです。細かに繊細な自分の体や脳の知識を使った全てを融合させた生き方っていうね、生き方に融合させていくスピリチュアルというのは本当に存在しています。しかし闇雲にあなたは素晴らしいと承認欲求を駆り立てたり、承認欲求の中からプラス思考だけをね、呪文のようにキーワードのように言ってキャッキャ騒いだり、いわゆる平成スピリチュアルと言われていたような地に足がつかない人たちばかりを増やしながら、それをね社会的に誘導させ大きなビジネスにしてしまうということとはちょっとあまりにもかけ離れたことなんです。あまりにもこうやってかけ離れてしまったスピリチュアル詐欺の特徴というのを、私はスピリチュアル業界を離れてものすごくたくさん聞かされてきました。それはどんなことかというと、今年のスピリチュアルや見えない世界に対してのオープンカレッジ、
私は陰陽学というものをやっていますから、陰陽学の見えない世界と見える世界をつける学問っていうの、それから今流行っているスピリチュアルに関して危険な部分っていうものをどういうねスピリチュアル、どういうね仏教的なとかどういう神道的なものがベースになって日本中の人たちがその一つの言葉に振り回されておかしな状態になっているのかとか、どちらかというと地に足がついてきちんと呼吸法ができて、そして自分の今日明日ぐらいのことは自分で分かるような生活習慣っていうのをね、すごく大事だなと思って宇宙人シャアと一緒に話したりをしています。しかし私はこの宇宙人シャアに関しても神だとか宇宙人だとか崇めて一緒にいましょうというお話は一切しておりませんし、シャア君の言っているプラスの波動が素晴らしいなどと言った覚えもありません。つまりスピリチュアルというのは特にねその人たちがプラス思考になることだけを中心としてできたものではないということも確実に知ってほしいのです。今からスピリチュアル詐欺の特徴というのをお話しいたします。そしてスピリチュアル詐欺っていうのをね、なぜここまで明言しなければいけなかったかというと、4月に行った、雪下のね見えない世界のオープンカレッジ、見えない世界を哲学するためにいろんな知識を入れていきましょうという催し物を1週間19コマを使ってね、いろんな形でアプローチ、体験講座をさせていただきました。いろんな例えばインドの哲学であるとか、それから瞑想の技術であるとか、そういったものが見えない世界をねクラウドとしてね情報処理の見えない世界の情報処理の仕方として私たちは集中して客観視することによって悟りというものを開いていたんだっていう話をしながら、ね、常にその客観視と自分の置かれている状況を、全てよく知っていこうとすることをねメインとしたお話をさせていただいたり、世の中の、都市伝説であるとか霊感商法に近いようなスピリチュアルやおかしな人のその欲望や承認欲求を駆り立てて良いことがあったと錯覚させてしまう、スピリチュアルのようなものっていうのをね全てねこう表に出して検証しながらお話をさせていただいたと思います。その結果私がやっている陰陽学のクラスにね入りたいということで何人かの方が面接させていただきました。お名前もどんなスピリチュアルをやっていたかということも伏せさせていただきたいのですが、その人たちは高級車だったら1台分ぐらい買えたかなとか、マンションの頭金にこれぐらい使えたかなとか、良いところでお仕事をしているのにもかかわらずカードがもう全部その使用限度額いっぱいいっぱいに使われているとか、もしくは私の生徒さんの中でもかつてねスピリチュアル商法というのをやっていたであろう、会社にお金を振り込むときに散々トラブルが起きたことがある話であるとか、それからスピリチュアルをやられている方々のお会社がスピリチュアルの方々に洗脳されてしまっているせいで、一般のその普通の伝達事務であるとか社会で必要な会社運営としての事務が行われていなくて、全部宗教の信者さんのように口約束だけで動いているお会社ばかりだということとかね、そういうことを本当にたくさんもう今年のもう4月の段階ではスピリチュアル業界と言われているところでお仕事をしているお会社様たちとは全て縁を切らせていただいてお仕事をするようになったんですけれども、そうなった途端にですねたくさんの方々から心配事のご相談をいただきます。私は常々お話ししているように、心配事というのは向き合うとか、それから細かに優しい気持ちで自分をね磨き上げていくために必要なそのメソッドであるから心配事っていうのが起こるんだ。自分自身で解決するのである
なく、公正な判断をするための賢いその法律の専門家であるとか、悟りの専門家であるとか、哲学の専門家という人たちにきちんと心の中を包み隠さず、利用されない人にお話しすることはすごく大切なことだという話をしていきました。そしてそういったものの考え方にお金を自己投資としてお金を払うということは悪いことではございません。ね、ちゃんとしたものを習う時もやはりお金がかかるということもございます。ただし、すごくびっくりしたことは、スピリチュアル業界の大半のそのスクールというのが迷ってるお客様に一括でお金を払わせるということですね。で、一括かカードの、限度までガバッと1回に支払わせたりとかするっていう傾向が強く、クーリングオフをするはおろか、ポリシーとかそういったもので固めて契約後の返却ができないような形にしてしまう人たちも非常に多かったです。そして内容はというともう眠って聞いていてもね、平気なような内容で、そして何を言ってるかさっぱりわからないけれども、そのスピリチュアル主が言っていることに関してはよくわかるようなカリキュラムシステムで、それがどこかでお話をしても通じないということが非常に多かったです。川出書房から奥平亜美さんとね、新時代の宇宙授業という本を宇宙人シャアという宇宙存在が私の体を通じてね降りていることがあるんですけれども、このシャアに関しても悟った話をすることが多いし、彼がその鑑定をするとか未来の示唆をするということをしたらどうかというような話をね、いろんなお会社からもらってやったことがございますが、基本的にスピリチュアル的なその洗脳体質になられている方が多くて、シャアを狐つきだとかそういった形で単なる面白いこう宇宙存在とのお話っていうことでエンタメとして考えてくださる方もいなければ、じゃあ真摯な状態となって向き合ってくれるという方が非常に少なく、普通のものの考え方ができていらっしゃるスピリチュアルっていうね、見えない世界でのお考えのお客様が非常にすごく少なくて、すごく心配した思いがありました。ある時は講義中にですね、先生の後ろに亡くなっている人の霊がいて先生のお母さんだと騒ぎ立てながらバーバー言っていく大手の会社のね、スピリチュアルの常連のお客様がいたりとか、それは地獄絵図みたいな状態でのスピリチュアルでした。もちろん私は宇宙人が降りてしまう状態なので、非常におかしな狐好きだと言われても仕方はありません。ただそういう状態をね、精神科の、お医者さんにもちゃんと行きまして、でこれはちょっと精神病としては認定しづらい不思議な症状だと言われることを何件か回ってきました。なのでわからないままでありますし、人間にとって有害なことというのはお話ししていないようです。そしてシャアに対してのシャアとお話をしたい人っていうのはスピリチュアル会社とその手を組んだ時にとても嫌な思いをしてしまって、人を騙しているかのような画策みたいなものもスピリチュアル業界にさせられてしまったっていうのがあったので、シャアに関しては無料に SNS でお話をしたり、本当に困っている人が勇気づいてくれるのだらっていうことでお金を取らずにシャアとのお話ができるっていう状態を作らせたり、っていただいたり、アニメ化させていただいたりとかしていることがございます。これも了解していただきたいなっていうふうに思っています。どれだけスピリチュアル業界、私はそのスピリチュアル業界がもともとおかしいなと思って入りました。それはやっぱり昭和平成の偉大なる陰陽師だった望月治先生が言っていたことと全く真逆の未来分析を行っていたりとか、未来を言い当てたかもしれないという時の世の中の人への影響力ということを慎重に考えずに、影響力があるから私にお金が入るというようなものの教わり方をしているスピリチュアリストさんたちが
無邪気に悪気もなく高額なお金を先生が言ったからと言ってお金を取っているっていう状態も見させていただいていました。本当に心が苦しくなってしまって、そんなことをするためにスピリチュアルをやったんじゃないのにっていうのが本当の心の中でした。見えない世界を信じて見えない世界にを仕事にすることはいいことです。ただし結果その人たちが不幸になると目に見えてるのに、その方々を褒めちぎったり、それからその方々を前向きにするんだという約束のもとに依存性を高めて前向きにさせている、依存させて前向きにさせるという一番やってはいけないことをスピリチュアルがやっているという世の中になりました。ね、スピリチュアル詐欺の特徴というのを読み上げていきます。信頼関係のね、構築というのをやるのがスピリチュアル詐欺の特徴です。スピリチュアルな、知識や一般に信じてもらえないようなスピリチュアルな知識や考えを道徳的にいい人間になるような形に収めさせてしまって、相談者にちゃんとしたものの考え方、ちゃんとした世の中のイメージをさせているんだというような安易な空想を思い込ませた上でね、私はシャアっていうのはおかしな宇宙人だから当てにしない方がいいとか、シャアがなぜ降りているのかも本人が言っていることとは関係なく下手に信用しない方がいいと心の底から言って、こういう症状があるということはね、自分が変わってる人間だと思ってさらけ出すっていう意味はいいけれども、逆にこれを信じさせる人たちを増やしてはいけないという話もね、たくさんやってきました。ね、不思議な力を持つということを、ね、人々が承認欲求とか自分が生きづらいとかわーわー言いながらこんなことでいいんだよねっていう傷の舐め合いみたいな状態とか、自分たちがものを考えないでただ安易に人の金魚の糞になっていったら、誰かの金魚の糞になっていたら周波数や波動が高くなって前世いろんななんか釈迦の弟子だったとかね、前世に有名人の何かだったみたいなような変な霊能の話の種になってしまったりとか、あとは見えない世界の仮説というのは世の中に本当に知られている王道ではない、ね、科学と融合することすらないわからない仮説、あくまでも仮説なのであるっていうこともご理解しないまま大金をつぎ込むということが非常に多くなってきています。私の方はスクールをご契約する時も全てこの世には認められていないことだけれども、昭和の陰陽師の先生たちがやっていた古の平安時代から行われているであろう東洋哲学に基づいた見えない世界の導き方というのをお仕事としてやらせていただいているので、それを継承したものとして構築をするというエビデンスがどういうものなのか、信憑性はどの程度なのか、そしてそれを盲信することの危険性は何なのか、この3つをきちんと説明することによってこの勉強をさらにやっていっても生きづらさを感じる場合というのは、私から距離を置き、そして身にならなかった部分に関しては私一人の一存によるものはお金を返しても大丈夫ですというね、契約をきちんとさせていただいたり、それから一括でお支払いすることができなくても勉強自体をしていきたいんだという方々が増えたらね、お月謝制にしたものをそのまま全てスクールの金額として換算させていただいて、今は無料でスクールにね、通算3年私のお月謝制の陰陽学の講座に入ってきていただければ、通算3年間やっていただくと30万程度かかるね、スピリチュアル的な講習会というのは全て無料で受けられるようなシステムにも変えさせていただいております。こういった科学や普通の一般のけなげに3次元を生きている普通のこの世を仮想現実と捉えた哲学をしながら見えない世界を理解できるっていう術をね、しっかりと身につけていただくっていうことを切り替えながら生きていくっていうのが非常に世の中で大切なことなんじゃないかなというふうに思っております。これはただ単に浮き足立ってスピリチュアルね、わー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 ね言っていくことじゃないんですね。
はい、スピリチュアル依存の確率、これが一番怖いです。スピリチュアル、マイナスのことは言ってはいけないよ。ね、プラスのことだけを言いながら、みんなで信じ合いながら、あなたのことはとっても分かっている。ね、そういう、怖いことがあっても、偽装の家族、偽装のお母さんみたいな状態になって、生きづらい人の、安心安全な場所を確保してあげているんだと言いながら、高額請求をしていくスクールというのが非常に多いということ。これは詐欺の一種として今断定されつつあるということをお話ししておきます。そして希望をちらつかせる。ね。私はSNS で一切視聴者さんの希望をちらつかさせるということは一切やったことがございません。ね、どちらかというと私を過信することは非常に危険だということを SNS を通じてお話しさせていただいています。だから依存をさせる、希望をちらつかせて変な信頼関係を作るということは、これは私はその昭和の陰陽師の私の師である望月治先生がスピリチュアルをある程度分かって自分のやっている実績がつかめてきたなら絶対にやってはいけないこと、自分のやっていることを頭で考えさせて、そして誰でも分かるような言葉で変に噛み砕いて教える、いわゆる誰でも分かるような言葉で変に噛み砕いて教えてみんなを楽しい気持ちにさせることは絶対やってはいけないっていうふうに私は教わって陰陽学をやってきました。それでも生活というものはできるものです。実績がしっかりと身につくからです。その人その人、目の前にいるクライアントさんが幸せになるという技術は人々を先導させるとかそういうことをしなくても十分にできるんです。本来の見えない世界というものの哲学をしっかりとお話しし、しっかりと細かに呼吸法に落とし込まさ込んで、いろんな人たちになんていうんですかね、解説しながら体感していただくね、まるでその武道とか芸術とかをやる時のように手に手を取りながら細かに教えていったところで、いわゆる絶対考えないで感覚だけでワイワイやるとか楽しい気持ちで呼吸をするなんていうやり方っていうのは実は人を瞑想状態ではなくトランス状態に落ち込ませて何でも人の言うことを聞かせてしまうね、催眠状態に陥りさせやすい手法で本当に危険なんです。人間は催眠状態に陥るのか覚醒状態に陥るのかで、全く格段の瞑想といっても差が開いてしまいます。人を催眠状態にする瞑想というのは基本的に左脳でものを考えないとか右脳だけにするとか、何か変なバランスの悪い集中力のさせ方をすると人間というのは必ず催眠術にかかりやすいような、人に騙されやすいような脳みそになって、それが想像力が豊かになったというふうにね、過信してしまう恐れがあるようなことになるんですね。いわゆる麻酔をかけられた状態のような脳の中になってしまうということです。これを私たちは気にしなければいけないんですね。本当にスピリチュアルとかあと占いとか、それから何て言うんでしょう、見えない世界を分析して予言に信憑性があるかというのを全部ね、四番暦という2時間ごとの陰陽昔の陰陽師がやっていた四番暦という、昔ながらの干支や旧星を使ったまじないなどの、時間帯を割り出すために使っていた平安時代の科学ですね。もう数学や科学に近いその二進法の計算の仕方でそれをしっかりとやっていくっていうのが、これがもう非常に難しいことなんですね。この二進法のその平安時代特有の二進法の使い方、時の数え方っていうのが実はすごくその今のパソコンのその二進法に非常に似ていて、クラウドシステムの扱い方に非常に似ているので、私は陰陽学をやっていることによってSNS の使い方やマルチタスクスクリーンですよね。スクリーンの中に何が起こっていると世の中はどういった繁栄の仕方があって、でスクリーンで何が流行っていくとそれはどういう
いうふうに人間にタイムラグで浸透していって、そして宇宙からどのような暗号があったというふうにイメージし始めると、世論はどのようにできていってっていう、そういったその分析をパソコンがない時代にやっていた平安時代の大衆を見て、世の中を分析する方法にあてがって、何が本当かは分かりません。でもそれが私たちの日本という国にもうそのかれこれ明治時代ぐらいまで、ね、1800年以上も歴史があって使われていたものなので、それを再現して職人技術のような形で再現しているというやり方で、見えない世界を楽しみながら生きてきました。ね、たまたま私の先生が、昭和時代に生きていらした中村天風先生とか、それから安岡正弘先生と一緒に行動を共にしており、安岡先生においては吉田茂先生とか佐藤栄作先生を見ていました。私の先生も歴代総理大臣と言われている人や総理大臣候補と言われている人たちに、陰陽学の細かな計算です。皆さんが占いなどで見たことがないような細かな電子プログラムの計算のようなものを何ページもね、当時パソコンができた段階でたくさんの書物をね、文章で書くということが非常にできるような時代になっておりました。だから私たち陰陽学者っていうのは、パソコンができることによって、文明が発達することによって、文明の発達していない時代よりもより崇高に頭脳明晰な方々にお話を、その陰陽学のお話をすることもすごく楽になりましたし、カウンセリングをして亡くなった方々がそのお涙ちょうだいではなく、ただ亡くなった人の涙をそそるために霊能をしているとか、誰かが守ってるからとかいう、そういうなんていうのかな、ドラマチックなことだけではなくて、科学的な意味合いが多少あるのではというところで、厳密な研究っていうのをずっとさせていただいていて、そして私自身が東京大学の客員教授の先生の実験台のインタビューになるようなところもたくさんありました。ね、そして各国のシャーマンと合わせてインタビューをさせてしていただいたりとかしたり、そういったそのちょっと科学的な先生たちに感覚だけではなんとも言えない不思議な世界のきちんとしたその精神を本当の意味で統一した時に見えてくる客観視したこれからの世の中っていうものを、私が話したりシャアが話したりとかしたことがもちろんありました。そして望月先生がこれから100年どんな世の中になるかっていうのを授業で話しているものを全部そのノートに一旦ね、メモ書きに先生が亡くなった時に作ったものがあって、それを私は照らしながら、この年にはこんなことが起こるって言ってたなっていうのを検証しながらなんです。先生をやみくもに信じてしまって、自分の学問がしっかりと行くところまで到達しないと生徒さんがね教えられないから、そういったこともしっかりとやりながら検証を取りながら、どこまでが何%ぐらい当たってみたいなのをこうイメージしながら陰陽学っていうのを実践して今までやってきたのが私の現状なんですね。ちょっとね話が前後しましたが、依存関係、希望をちらつかせる、そしてね高額な金品の摂取っていうのの中にセミナー、カウンセリング、グッズなどの高額販売っていうのがあるんですね。これはその人の霊能力がついていたり、宇宙とそのつながっているのでもうすごいんだよ、でそういう人が本を出すともっとすごいんだよみたいな感じで英知があるっていうアピールもものすごくするんですね。ただその本は読んでも読まなくても内容がよくわからないのでいいんですみたいな内容が多いわけです。読んでもなんか雰囲気がスッとする、ああよかったみたいになっちゃうようなもの、要は信者さんが買うよくわからないお経の本みたいなもんを売りつけながら、自分はアカデミックだからこれを買うといいみたいな話に持っていってしまうってことも多いんですね。はい、そういったことがすごくあるので頭で考えなくても幸せになれるんだって思い込んでしまう。特に学歴社会で生きた人たちがレールを引かれていて、それを今学歴が関係ない社会と言われていますが、地に足がつかない幼稚な人間が学歴関係ないところで生活するというわけではないのに、お金を食われながらおかしなスピリチュアルをやりながら本当におかしくなっているということが、常なんですね。
はい。そして自己啓発型詐欺ということで、これで自分が良くなっているんだ。で、良くなっていないっていうことは勉強が足らない方からだから、あのーこの、あの、勉強をもっとやった方がいいとか、せっかくご加護をもらったんだからこれ以上のことをやった方がいいとか、あとはあなたにはいろいろ悪いものがついてたけど取ってあげたのに分かってもらってよかったとかやって泣きながらハグしてみたりとか、そういう何か感情に訴えながら、最後は理屈じゃないのよ感情よって言いながら、これは学術の理論に基づいているっていう支離滅裂なお話をして高額を取る。これが本当に、刈り通っているっていうのがスピリチュアルの主な状況だと思います。うん、あのー実際私はそこに関しては全てノーです。見えない世界に関してもちろんその取り扱っていることもありますが、エビデンスっていうのを取っているし、信憑性があるかないかわからないものに対しては生徒にしか教えない。で、教えたところで洗脳されている生徒に関しては一旦距離を置かせていただくってことを、正直しております。なので私が望月先生に習っていた見えない世界の分析の仕方とは全く違う方法を第一線のスピリチュアル業界の大手さんから出版社さんから全てがやられているイメージっていうのを本当に持ってしまったんですね。実際のところ私が扱われた部分がそうなのかもしれないし、ちょっとねどうなのかわからないし、大手と言われているのがどこまでなのかとか何の会社なのかっていうのも細かくはお話しできません。でも不審に思い当たる点がたくさんあって、でこういった業種から足を洗って自分一人の見えない世界の自分の哲学というものを先生からいただいたものを全て包み隠さずお話をし始まった時に私自身がやはりさらに足がついて、そして見えない世界をこれだけ楽しんでいても本当の意味で成功している人たちがきちんと自分のお友達になってくれたり、それから Google さんのね、私のこの YouTube もアカウントバンされたり警告されたりすること全くなしにメインチャンネルの方もおかげさまでもうそろそろ1万2000人をね目指すところまで行っていますね。で TikTok の方も私のことを赤バンすることもなく10万アクセスとかさせていただいてます。そして毎年毎年数人の方が面接一応面接試験があるので、洗脳というものにほだされてしまっている方だとこれから先の未来の状態が結果がねちゃんと良くなるとか学習をしきるっていうことがちょっと紐付けられないので生徒になることはご遠慮いただいてたりするので、なかなか生徒数っていうのは多い方ではないんですけれども、この見えない世界の哲学の仕方っていうのを、ものの考え方っていうのを本当に地に足ついて皆さんがねやってくださるようにも今のところなっていて、スピリチュアル業界を離れて見えない世界というものを本当に困った時のエッセンスとしての使い方、そして見えない世界を見える世界の理屈と理論づける方法っていうものをね全部理解し始めるとね、科学と見えない世界が融合、していくために進化しているんだよってことも本当に分かっていきます。ね、科学とその見えない世界はこれから融合して進化していくのに、見えない世界のねその詐欺みたいなことをやってるスピリチュアルの人たちが私たちは運がいいってがなり立てながらやっているこのスピリチュアルの状態と世の中ワンネスになっていこうと頑張っている科学や SNS とか見えない世界の AI 化とかね、エンジニアの人たちね、機械工学や電子工学、量子物理学の本当の量子物理学の人たちは実際にはスピリチュアルの言っている量子物理学や科学を相手にしていないっていうことが現状です。やっぱりそう思うのは本当の物理学者とか本当の医学者ね、そういった人たちがこういう人たちを実験台にして研究をしてないっていうことも確かだからです。私自身がその国立大学のスピリチュアルの研究をしていた人ね、そういった方々のインタビューを受けた時にやっぱりインタビューをするその本来に学術に必要な人のインタビューっていうのはやっぱり何人もいるんです。だけどもやっぱり
空想的なものに陥ってしまったり、あとは学校のその教授だった方とか学術があるような方でもスピリチュアルの状態、スピリチュアルの歴史というのを全然わからないので、お勉強とそのスピリチュアルの紐付けがただの空想で終わってしまって、スピリチュアルの先生の方に寄りながらおかしなことを言ってしまうっていう科学者さんの方が実際は多いなっていうふうに、私はそのスピリチュアル業界の窓を見た時の科学に関しては思っております。科学や医学、私がその話しかけてくださっていたいろんな大学の教授の先生の方々はそうではなくて、スピリチュアルが科学と融合するためにはこのようなスピリチュアルだとちょっと危ないなと思う節があるという話を結構やっぱり聞いたりしていました。だから何が王道なのかっていうのは今SNS で規制まで始まったり、 Google をするとその信憑性があるスピリチュアルというのはなくて、詐欺に値する人の方が多いというような、この SNS の方が本当に正しいんです。だから2025年の7月にも問題に関しては、私は人災が起こるんではないかなと思っています。天変地異のお話でもございません。ね、こういったスピリチュアルの危険性というのをそのお話ししているときに、じゃあこんな浮き足だったおかしなスピリチュアルを平成の本当にその倫理を研究したりスピリチュアルを研究したり、政治と科学、そして科学と人道、ね、人間、ね、いろんなものをその融合させて、本当にワンネスとか和してその前に行くにはどうしたらいいのかっていうのを研究していた人たちは実際に昭和の時代はたくさんいらっしゃったようです。でその昭和の時代の人たちがやっていたことに関しては、おかしな宗教とかおかしなこういった洗脳というものを弁護士さんたちにこういった意味で人が騙されるっていうことの証言っていうのをいろいろ構築させていただいたりとかしながら、おかしな宗教に入ってしまった人たちをある程度解放していくっていう事業を、そういったきちんとしたスピリチュアリストさんたちが行っていたっていうのも昭和にはあることなんですね。精神性を、その人の精神性を取り戻すいわゆる洗脳から解き放たれるための解放っていうのを本当にたくさん見えない世界の別な方法の取り方っていうのをね、たくさんやっていた方が昭和まではいらっしゃいました。平成になるとスピリチュアルブームというのが起こって、そういった形で猫も杓子もおかしな形になるというのがしっかりと分かっていた部分があって、表に出ていた人たちが表面的な引退というのを余儀なくしてしまい、世の中は地に足がつかないスピリチュアル一択っていう形に30年間染まっていったのかなっていうふうに私は思っています。はい、心を無にすること、透明にすることは非常に大切なんですけれども、人に利用されるために透明になるわけでもなく、人の言うなりになるために瞑想やイメージ力を作ってね、なんていうんだ、催眠状態になって人々におかしなスピリチュアルというものに手のひらに乗せられてしまって、で高額をつけ込まれて高額を支払われて、自分の兄弟や自分の生徒だ、自分を愛してると言われながら、どんどんいらないどんどん必要なものを吸い取られていく、こういう状態をもう令和の時期ではやってはいけないなと思っております。今回は私自身のセミナーやそういったものの宣伝はこの動画ではさせていただくことをやめさせていただきます。ね、自分のセミナーやそういったことに対してのセールス動画はもう一個の、ね、動画の方を見ていただけたらなというふうに思っておりますので、そちらの方を見ていただければと思います。もう一回スピリチュアル詐欺の特徴をお話しいたします。依存関係というのをプラス思考になるための褒めたたえたり特別な存在であるという言葉に置き換えながら構築していってしまうので、悪いことだったというふうに気づかせるのが非常に遅く、お金を費やしてもどんどん身になっているという錯覚を起こさせるのが非常にこのスピリチュアルの詐欺の特徴です。それから希望をちらつかせるということも非常に多いです。
だから恐怖に陥れることは非常に良くないと言いながら希望をちらつかせてお金をいただくという、それでいて100万円近いものをバンバンあの使わせてしまうっていうような人たちが非常にね今起きています。これはとっても由々しきことかなっていうふうに思っています。ね、自己啓発でも同じです。でそこに来た人たちをグループでね仲良しにさせて、そしてワイのやってね、これは非常にいいことではないなと私は思っていますので、こういったことでスピリチュアルができてあなたも職業になりますよっていうことは非常に怖いことだっていうふうに思われるのがいいと思います。本当にたくさんの人からそういったご相談を受けています。で雪下のその勉強会に参加したいんだけれども、ここからこういうふうなお金を全部使わせていただいて使ってしまってとか、この人にお金をいっぱい払ってしまって、もう何年も経つんだけれども高級車1台分買えたんだけど、よく考えたら騙されるとは思いたくないの、いい人だから。みんなね、騙されたくはないの、いい人だと思ってるから。騙されたと思ったら今までの全部が自分がいなくなっちゃうから怖いっていう話をしています。お金をつぎ込んだから今までの自分を振り返るのが怖いと言って、本当に助けてほしいっていう目で訴えてね、お話をされる方っていうのも今まで何人かいました。ただそういう人がスクールをはしごしてしまうというのがやっぱり怖いことだなと思ったので、うちのスクールは本当に勉強したりとか、他の先生方が言っている基本的な人を褒めるとか、人をプラス思考にさせるとか、人間がやってはいけないと私の先生に教わっていたので一切やっていないし、おかしいところはおかしいとはっきりと釘を刺すっていうことを授業中にさせていただいたから、自分の手なひらに乗る責任の取れる分だけのお客様と先生が生徒さんがたくさんいらしていて、私と一緒に前を向いていただいてるっていうのが実情です。で今回私がこのような発言をすることも全て生徒たちにお話をしています。そして今のそのスピリチュアルっていうものはやっぱりおかしいよねっていうことがうちの生徒たちの全員一致だったんですね。漠然と誰がおかしいと枚挙にいとまはないですけれども、一人ずつ声を上げてあの人がということは、これは法律上違反してしまうことなので私は言うつもりはございません。これはセミナーにおいてもね、1対1の会話になっても誰がおかしいは一生言うつもりはございません。だけれども仕事の中においてどのような仕事をさせられたいかで、そこの業務がどんなものだったかについては聞かれたらお話をする可能性はございます。はい、正直ねそういったことで法律で訴えるよという形で私に圧力をかけているようなスピリチュアルの団体もございます。私に法律で訴えるよとか、今後何かがあっても援助をしないよとか、あとはこの話をするとこの人は誰なのかって分かってしまうような内容がたくさんあるのでお控えさせていただきますけれども、圧力というのをこの動画をかける前には非常に圧力をかけられているということもご了承ください。はい、ということでね、スピリチュアル詐欺の特徴と、それから私が今までやってきたことっていうものを全部お話ししました。もちろん私自身を信じてくださいとか、私自身のスクールの生徒になってください、一言もこちらの方ではお話ししておりません。スクールのお話についてはもう一個の動画で、お話ししていきたいと思います。それでは。